はい、どうもりょうすです。今回はポケットの初心者向け解説動画です。5年前に撃たれて死んだことにされて以降、隠れて暮らしている謎のキャラ、本名はアリンと言います。現在ポケットと名乗る彼は、高機動力を誇るショットガン使いです。高い機動力とダメージを生かして、敵のバックラインに奇襲して、撹乱させるっていう役割を担っています。まるでアサシンのような動きが得意です。そんな彼はデッドロックヒーロー .com によると S ティアに分類されています。僕もポケットはすごく好きかつめちゃくちゃ強いキャラだと思っていて、上達すればするほど強くなっていく、そんなキャラだと思っています。今回はポケットの初心者向け解説ということで、スキルについて、そして立ち回りについて解説していきます。それでは早速説明していきましょう。はい、ではまずスキル1からです。ポケットのスキル1はバラージといって魔法弾を発射して、命中した敵にダメージとデバフ、移動速度低下を与えます。レベルが上がるごとにダメージ増加、クールダウン短縮、デバフ強化がつきます。で、覚えておいてほしいのが、空中で使用すると浮くことができまして、このように慣性の法則を利用して撃つことができます。これは後ほど説明するコンボの例でも使用するので覚えておいてください。で、次にスキル2、フライングクロークです。幽霊マントを飛ばしてダメージを与えます。もう一度キャストすると瞬時にマントの位置へテレポートすることができます。レベルが上がるごとに、クールダウン短縮、ダメージ増加、テレポート後にバフ付与されるようになります。このスキル非常に便利でして、単純に移動したい時とか、あと敵を追撃したい時、そして緊急時の避難なんかの時にものすごく役立つスキルです。次にスキル3、エンチャンターズサッチェルです。短時間ポケットが起動不能な無敵状態になり、終了時に周囲の敵にダメージを与えます。レベルが上がるごとにクールダウン短縮、ダメージ増加、デバフがつきます。で、このスキルはだいたいこのマントの移動中に無敵になって敵の攻撃をやり過ごしたい時なんかに使うことが多いです。その他だと、ウルトの遅延ダメージ待ちの時とか、あと敵の強力なスキルが来るタイミングで、無敵になって待っておくみたいな使い方が多いと思います。最後にスキル4、アフリクションです。範囲内の敵に毒による遅延ダメージを与え、さらにスキルレベル2で敵の回復効果を抑制します。レベルが上がるごとにクールダウン短縮、回復抑制効果、ダメージ増加がつきます。で、注意したいのが、このスキルで敵にとどめを刺すことができません。なので、敵に何らかの攻撃、武器だったりスキルだったりの攻撃を一発与えないととどめにならないので注意してください。で、ポケットを使うときによく使うコンボがあるんで紹介しておきます。ダッシュジャンプ、スキル1、メイン射撃、スキル2、スキル3、スキル2っていうようなコンボなんですけども、内容としては、敵にすぐに近寄ってでダメージだけ出してさっさと帰るっていうようなコンボになってます。で、結構武器有利ができてるときはもうそのまま倒せたりするので、2回目のスキルに打たずにもうそのまんま倒しきっちゃったりっていうことも可能だと思います。逆に敵に武器有利を作られている時なんかはもうメイン射撃ほとんど打たずにマント出したらすぐトランクの中に隠れちゃってダメージだけ出して帰るみたいな使い方も結構強いです。で、よく敵が有利な場合ってマント追っかけてきたりするんですけど、その場合はもうスキル2の2回目を打たずにもうそのまま横に逃げてっちゃえば待ち伏せされてても逃げれること多いんで覚えておいてください。で、似たようなコンボが集団戦でも使えまして、ダッシュジャンプ、スキル1、スキル4、メイン射撃、スキル2、スキル3、スキル2というようなコンボですね。で、これはどちらかというと敵を撹乱させる目的の方が強いので、スキル4の回復阻害入れられたら十分かなぐらいに考えて、敵のフルフォーカス食らうような状況になっちゃうので、生き残ること優先で、
倒せそうだったらそのまま倒しちゃっていいと思うんですけども、変えることを優先に考えて使った方がいいコンボだと思います。はい、では次にポケットの立ち回りについてです。まず最序盤の連戦ではスキルが揃うまでは無力なので、おとなしくファームするのがいいと思います。で、スキルが揃ったら先ほど紹介したコンボで敵にダメージ与えに行きましょう。で、倒せそうだったらもうそのまま倒しきるプランに切り替えていいと思います。はい、で次に味方がガンクに来た時などの少数戦についてです。少数戦といってもさっきと意識することはそんなに変わらないんですけども、コツとしては味方と倒しやすい敵に対してフォーカスを集めるということですね。ポケットは非常にバーストが出るキャラなので、味方とフォーカスを合わせて1人落としきって人数有利を作ることで、少数戦を有利に進めることができるようになります。はい、最後に集団戦についてです。集団戦についてはちょっとパターンが多すぎて一概にこれが正解っていうことは言えないんですけども、ざっくりとだけ解説していこうと思います。で、集団戦のポケットの立ち回りとしては、最初に言った通り敵のバックラインに飛び込んで敵をか乱させて、味方を戦いやすくさせてあげることがいいと思います。で、敵視点ポケットがバックラインに飛び込んでくると、味方本陣とポケットの2つを意識しなければいけなくなるので、集団戦が非常にやりづらくなります。ただその代わり敵からフルフォーカスをもらうことになるので、ポケットの機動性を生かして、すぐに戦線から離脱するようにしましょう。この時に気をつけたいのが敵の行動阻害、レイスのウルトだとかそういった CC を食らってしまうと致命傷になりかねないので、重要なスキルは、敵が撃ったのを確認してから飛び込むと成功率が上がると思います。はい、ご視聴ありがとうございました。僕もポケットというかデッドロックに関しては、結構まだまだ理解不足なところがあるんで、これからもっと有益なポケットのコンボだったり立ち回りだったりっていうのは出てくるかなと思います。ただ現時点の情報としては参考になる部分も多いと思いますし、基本的なところは変わらないと思うので、初心者の方はよかったら参考にしてみてください。で、招待がもらえてないよっていう方で招待が欲しい方は、概要欄の動画で、一応招待を配っているので、ちょっとコメントが来すぎてて対応に追われてるんですけども、ちょっと時間かかってしまうんですけども、僕のフレンド枠があるうちは招待しますので、よかったらコメント書き込んでみてください。今回の動画が少しでもためになったなと思った方は、チャンネル登録、高評価のご検討よろしくお願いいたします。それじゃあまたね。バイバイ。